はい、今回は激安2万円パソコンで果たしてアセットコルサはできるのかっていう映像を作っていくんですが、あれいつもここら辺に字幕で説明してるのに今日はなんか音声入ってるみたいな。はじめまして、ガヤファクトリートルトももでーす。チャンネル登録5万人ありがとうございます。ありがとうございます。こんなねストリートのネタのチャンネルなんですが5万人ということで、こんなシミュレーターのはみ出し物なのにねまあですね、もっとユーザーさんの方に詳しくこう説明できるっていうのと分かりやすい動画にしたいので、登録5万人を機に声を出そうかなって思ってました。製品のですね説明とかを自分の方ももがですねやらせてもらって、撮るカメラの向こうにいるんですが、どんどん突っ込んでもらおうと、ユーザーさんのこう意見とかですね、そういうところを自分の方が答えられたらなと思ってます。でそんな話をオフィシャルパートナーのデイリーショップさんにしたら、うちにいいバイクありますよということで、見てください。これマイクとマイクスタンドですね、ご提供してくださいました。ありがとうございます。ありがとうございます。うちにもね実は届いたんですよ。デイリーショップさん言うに、このファインファインっていうメーカーのマイクなんですけど、すごい今人気があるらしくて、なんかよく動画で高級マイクメーカーのブルーとかとの比較動画があるらしいんですよ。動画見たんですけど、なんか全く音質変わらないじゃんみたいな。そのブルーのマイクより半値ぐらいでデイリーショップさんで買えるっていう超ねコスパがいいマイクだったんですよね。ユーザーさんにこのようないい製品の良さがね伝わるように、今後ガヤファクトリー頑張っていきますので、応援よろしくお願いします。よろしくお願いします。そろそろじゃあ本題いきますか。はい、じゃあ行ってみましょう。2万円 PC でアセコルはできるのか。なぜ2万円の設定にしたかっていうと、プレステとか XBOX ですよね。そこのコンシューマー機っていうのが大体4万円5万円、高くても5万円ぐらいですか。そんぐらいの金額でゲームができるってことなんですが、ゲーミング PC って20万円とか30万円とかするんじゃないのみたいなっていうコメントもやっぱりそういうちらほらあって、どこからこう楽しめるかというか、2万円より下下がっちゃうと、インターネットをする動画をちょっと見るっていうぐらいの PC のスペックしかなかったんですよね。ユーザーがもし調べて Yahoo ショッピングとか Yahoo オークションとか見たときに、だいたい2万円で今回紹介するセットでも簡単に出てくる。中古 PC とかも検索してみたんですけど、ヤフオクとかメルカリとか、中古っすよね。中古の PC 関係で、ガイファクトリーから見て、このぐらいで楽しめるんじゃないかってところが2万円のボーダーラインで、そこを中古で買うっていうのも他のユーザーさんも簡単に、できるラインではないのかなっていうところですね。なるほど。なんで2万円のパソコン用意したアセットコルサをできるかどうかテストするのかっていう、考えというか経緯なんですが、そのコメントでもちょっと高いよねっていうのがすごく多くて、ガイアファクトリーの考えとすれば、いろんな人にやってもらいたいんですよね。ストリート OB もそうですし、今の、レースゲームに夢中になってる若い子たちっていうのに、たくさんプレイしてもらいたいっていうのが、理由で、どこまで2万円でできるかっていうのを今回それで、証明というかテストしてみようかと。よく聞かれるのが、ハマるかどうかもわからないのに数十万の PC を怖くて買えないっていうコメントもたくさんありましたよね。2万円だったらワンチャンその後他の使い道もあるだろうから、比較的手が出しやすい。飽きちゃったらやめてもそんなに痛手ない。ゲーミング PC だけど普通のパソコンなんですよ。なんで確かに空きというのがもし発生しちゃっても、他のことできるかなっていうのもあるんで、2万円のパソコンでどこまで楽しめるかってことなんですが、さすがにやっぱり20万円のパソコンとは違うところが、いくつもあって、例えばグラフィックとか接続できるモニターの数とか VR が、プレイできるかどうかっていうのもありますし、そこの違いがあります。ここで PC の説明なんですが、ざっとこんな感じのスペックで作ってあります。ジャンク品？ジャンクジャンクっすね。完全に確かに自分で自作してるんでジャンクになっちゃいますけど、ちゃんと動きますんで安心してください。よかった。ちょっと説明なんですけど、スペックの選定ですね。もし2、3万ぐらいで見つけるんであれば、ここを重要視した方がいいよっていうのが、大きく3つありますんで、ちょっと説明します。
1つ目は GPU ですね、今回、NVIDIA GeForce の650番台選択してます。古くない？でも2000円とか2万円で収めるならこんなもんもう安いな。アセコルのスペック表にも入ってるんで動くかなと。次 CPU なんですが、一応 i5 の2世代目を選択しました。予算内で i5 いけたんだ。i3 の方がね圧倒的に安いんですけど、 i3 は i5 から上がクワッドコアになるんで、やっぱ i5 はないとねちょっときついかな。なるほど。で、メモリはもともとマザボに刺さってたもんなんですけど、8ギガですね。で推奨が6ギガ以上になってるんで、アセコルの大丈夫なんじゃないかなっていうところですかね。ここはっていうところではないんですが、 HDD 一応モッド前提とした多分アセコルだと思うんですよね、皆さんプレイするもんって。モッドってゲームのシステムファイルがこんだけありますよっていう以外にドバーって入るんですよ。だからトルなんか1テラぐらい車のモッドとか入ってんじゃないですか。車だけでね見たら 1.2 テラ使ってた。やばい、だから1テラ以上はもうそういう人はね必要なんですよ。通常のアセコルだけだったらWindows と合わせて500ギガで選定すればいいかなっていうところ。あとはファンとか電源とかケースとかあるんですけど、これは自分でスペック見てお好みという形で問題ないと思います。そこら辺はちょっといろいろねネットにも載ってるんで調べてみてください。自作のね一つの注意点とすれば Windows がすごい高いです。1万2000円とか1万5000円とかそのぐらいの値段で、もうそれで2万円とかいっちゃうんですよ。安いの狙ってる人は中古パソコンの方が絶対的にいいですね。なんで一応スペック見てよく確認して、購入するんであれば購入してください。だから Windows を含めないでパーツだけで一応2万っていうことを考えてます、このパソコンは。実際じゃあれですね、画面つなげて、セットコールさんももう落としてあるんで、そうですね、ちょっと1回テストしてみますかね。2万円 PC を今デスクの上に設置しました。電源、トルさんこれ電源どこだと思います？どこの斜めになってるやつじゃないの？これねリセットスイッチなんですよね。もうねここですね、ここは電源こういうことができちゃうんで意外に面白いです。なるほど。 HDD なんで、今の PC と比べれば遅いっちゃ遅いですよね。かなり遅いよね。ガヤで使ってるメイン PC なんてだいたい5秒ぐらい起動しちゃうよね。それはステップアップしてもらってって形ですよね。でもこういうところでもだいぶ差が出ちゃうってことね。確かにそうですね。ゲームの中に入っちゃえばそんなには待たないと思うんですけど、で今ようやく PC が起動しましたんで、ここからアセットコルサー本編に入ってテストします。 Steam の方からアセットコルサーを落としてゲームを始めるんですが、 Steam のアセットコルサーのこのショートカットをクリックすると Steam のランチャーっていうものでアセットコルサーを起動します。ガイファクトリーがいつも使ってる違うモッドのランチャーっていうのがあって、そのコンテンツマネージャーっていう、ランチャーソフトでテストしていきます。それ入れなきゃダメなのっていう人いると思うんですけど、うちの映像のようなアセットコルサーをやるんであれば、もうこっちで起動しないと起動しないモッドとか出てくるので、設定のところ入ってもらうと、通常の Steam の設定と一緒なんですよ。一緒なんですけどちょっと表示の仕方が違うっていう形なんですが、もう今これがもうデフォルト設定ですね。アセットコルサーを落としても何にもいじってない、この状態で2万円の PC のスペックでどこまでのフレームレートっていうのが出て、どこまで快適にできるかっていうのを、フレームレートって何ぞよっていう話なんですけど、1秒間に書く画像の量、簡単に説明すると画面の滑らかさなんですよね。例えば車がこっちからこっちまで移動するのに1秒かかったとしましょう。大体推奨は 60fps って言うんですよね。60枚60回車が書かれるってことですね。緩やかにこういう風に移動するんですけれども、 10fps とかだと10枚しか書いてくれないわけですよ。6分の1しか書いてくれないのでカクカクになるんですよね。もうまともにゲームプレイできない状態。それを設定でどこまでスムーズに動くようになるのかっていうのも一応後で設定でしますんで、とりあえずこのデフォルト設定のままベンチマークテストっていうのをやってみましょう。今見てる限り今のところデフォルトの設定だと今 30fps っていうところに貼り付いてるんで、昔のプレイステーション2とかのレースゲームと同じぐらいですかね。ちょっと30だと、若干カクついてるというか、ちょっとやりづらいっていう感覚も見受けられるかなと。フレームレートっていうのはハンコンのフォースフィードバックガタ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 
したりとか、あとドリフトだったらセルフステアリングの再現度っていうのもかなり変わってきます。 FPS が良ければフレームレートですね、この何枚も書いてくれるってことは何枚もこう処理してるってことですから、パソコンが。だからその分高スピードバックも綺麗というかきめ細かいというか、PS60 と90でドリフトのしやすさやセルフの当たり方、グリップレースでのタイムにも影響するぐらい FFB って変わってたよね。今テスト出て FPS が32、一番低いところで23まで落ち込んじゃってる。でマックスで40ってところですね。 CPU の使用率は 20% なんで、デフォルトだったらワンチャン i3 でもいけないことなさそうな雰囲気。 i3 でもいけるんじゃないかなっていうぐらいの数値はなんか出てきてるような。ちょっとじゃあ下げてみますか。今から一番最低の画質でベンチマークを取っていくんで、一番最低の設定にするには品質をどんどん下げていくっていうことですね。ドリフトって言えば多分アセットコルサが上位にいる。確かにそのリアルに近い挙動のドリフトをしたいから、うん僕は何でもいいんで、うんどれだけ安くできますかってコメントめっちゃあったっすよね。ありましたね。これで設定を下げて、ベンチマークのテストしてみますけど、一番設定の中で高画質低画質になるっていうところが解像度なんですよね。他の項目を全部下げた状態なんだけど、解像度は 1080p っていう状態でベンチマーク取ってみます。これでどんぐらい変わるんですかね。さあ始まりました。おお、もう随分フレームレート違いますね。今のところ60かな。画質低いですけど車見えるしコースも見えるし、室内とかももちろん見えますし、プレイできないことはないんですよね。ただただこうリアルかリアルじゃないかっていうところなだけで、画質を低くしても全然問題ないところだと思うんですよね。あ、出ましたね。お、なかなかいいですよ。フレームレート81。 81も出んのそれで。逆に CPU の使用率が増えてますね。だからフレームレートが出てるってことなんで、頭はちょっと使ってるんかもしれませんね。次ユーザーが一番気になるのって、はいガヤがよく入れてる、ソルコンフィグっていうモッドと、カスタムシェーダーパッチ、いわゆる CSP っていう、ライトを光らせたり夜にしたりっていうところですよね。じゃあ今ですね、カスタムシェーダーパッチとソルを入れてどのぐらいフレームレートが出るのかっていうのをテストしてみます。使う車両はうちのガヤストリートドリフトモッド、アセットコルサには存在しない、車をモッドで入れてます。でコースも峠のモッド、大樽見峠ですね。これもアセットコルサにもともとない峠のモッドです。走行してどのぐらいフレームレートが出るかっていうのをちょっとやってみますね。これで、大樽見峠のコースに出た状態ですね。で運転していきます。お、しかも今回初のキーボード操作。そうキーボードいつもねうちらやんないんですけど、ハンコン設備ってやっぱりどうしても数万円っていう設備がかかるので、なんで今回はキーボードでどれぐらい走行できるかっていうのもテストがてらちょっとやってみようかなと思うんですよ。今のところちょっと難しいっすね。いやー難しいっすね。フル切るのバカ早いから気持ち悪いよね。でも普通に走れるって言えば普通にこうドライブっていうことはできるんですよね。ドリフトってなるとちょっと難しいですけどね、やっぱこうフロントがどうしても逃げちゃいますね。いや結構普通にその操作は別としてグラフィック的には問題なさそうな感じ。そうですね、グラフィック的にはもう全く問題ない。フレームレートもピットからしたら低くなっちゃいましたけど、今62出てますね。これなかなか貴重な映像だよね。初見の人がこの動画だけ見たらガヤバカ下手くそじゃんってなるよ。確かにフロントガンガン逃げとるぞみたいなね。フレームレートは見た限り重たくなるところで50、軽いところでは80ぐらい出てる感覚ですね。ソロですからね、このぐらい出てもういいかなっていう形ですね。これはもちろんカスタムシェーダーパッチとソル適用してるんで、夜にすれば、ライトが照らされたりとか、あとは天候を変えたりとかっていうのもできるんですが、またそれすると、フレームレートまた上下するので、とりあえず晴れの昼間の峠
を、画質を一番下げた状態ですね。解像度は 1080p です。その状態で走ると、60フレーム出てますんで、これで例えば、今はキーボードですけど、ハンコンをつないで、実際に操作すれば、うちの今操作してる、高い、例えば20万円のゲーミング PC で操作してる感覚と同じ感覚ではプレイできるような形ですね。ただグラフィックがちょっと低いっていう。パッドの意見ってめちゃめちゃ聞くんすよね。未だにね、Twitter とか見ててもそうだし、YouTube のコメントでも、パッドでできますかっていうのは、未だにめちゃめちゃ多いんですよね。じゃあ今パッドの方を出してきました。Xbox のエリートコントローラーって言われるものですね。ちょっと高いものなんですが、いつもこれで、トルなんかはこれで FPS なんかやるんじゃないですか。僕はもうコットとかね。そうでしょう。パッドの設定できたんで、ちょっとこれでレース出てみます。どうしますか。首都高ありますけど、首都高行ってみます。首都高ね、昼でもかなり重いんでね。これで今どれぐらいの FPS 出てるんですか。今のところ24フレームレートですね。24はちょっとしんどいよね。すごい。でも振動とかも一応再現されるんですね。知らなかった。ちょっと走ってみましょうか。で今のところ、20ちょっとですね、23、4フレームで走ってるんですが、走れないことはないです。やっぱりプレイステーション2あたりのゲームって感覚ですかね。そんなにヌルヌルした感じの動きではないんですが、そのガクガクっていう形ではないです。ソロで普通にドライブっていう形であれば、首都高も走れなくはないっていう形ですね。今日ですね、ガヤのドリフトサーバーが大垂水なんで、ちょうど大垂水に今さっき走ったと思うんですが、オンラインの部屋を覗いてみますか。じゃあこれで、今ガヤファクトリーの公式ドリフトサーバーですね、入りますんで、81マーク2で入ります。うわー、来ました。落ちましたなるほど。今ソロでアセットコロス入りましたけど、CPU の使用率はそんなに変わらないんですけど、メモリの使用率が相当違いますね。4分の1ですね、ソロの場合は。なるほど。正確に分かりましたね。PC 自体っていうよりは、メモリーはできれば16欲しいかなっていうとこっすよね。なるほど。メモリがいっぱいいっぱいなのか。じゃあちょっとメモリをこいつも増設しないとオンラインには入れないってことですね。こんな感じですよね。じゃあここで動画まとめます。プレイテストをしてみたんですが、今回作成した2万円の PC ですね。アセットコルサの場合 1080p の解像度と車コースカスタムシェーダーパッチやソルっていうモッドを入れたんですけど、シングルだとだいたい平均60フレームレートで、プレイすることができたということですね。2万円の PC でも、快適にプレイできてゲームを体感できるっていう形になります。でオンラインだとメモリ不足でちょっとパソコン落ちちゃったんで、今メモリ8ギガ積んでるんですけど、倍の16してあげれば、オンライン入れると思いますんで、入れたとしても多分オンラインだと、10から20フレームぐらい下がるんで、それを踏まえると、グラフィックボードもこれより1個ワンランク上のが必要になるかなっていうところなんですね。これハイスペック PC の人たちでも16ギガだからこれで十分だよね。そうっすね。16あれば、確かにうちも、最初は16積んでたんで、それ今32なんですけど、16で十分ですね。それら踏まえると3万円ぐらいの予算が、PC 購入であれば、オンラインも、そこそこ楽しめるかなと、そんな感じです。悩んでるユーザーさんいたらこの動画を参考にしてみてください。初の音声ありの動画になったんですが、トロさん撮ってみてどうですか？緊張するよねですよねこれを機にでもやっぱ声出しの方がニュアンスとか細かい説明、絶対もっとよく伝えられると思うし、そうっすね。
どんどん慣れてってもっといいレビュー動画とかできたらなとは思います。なるほど。ガイアファクトリーでは当時のストリートをシミュレーターで再現しています。バーチャルストリートプロジェクトとして動画を盛りだくさん投稿していますので、少しでもいいなと思った方はぜひチャンネル登録高評価の方よろしくお願いいたしまよろす。しくお願いします。それでは